ん？本郷ではないか。そんなところで何をしておるのだ。上がってこないのか。ん？で、どうしたんだ。まあそうか。ここは何があるというわけでもないものな。かなとは、またのんびりしたものだ。ん？同じかな。うん。ここに何もないわけではないか。城内にいたのでは見られない5の領土が、ここからは一望することができる。この城から広がっていく領土。5の人間の血と汗と涙が染み込んだ土地だ。たまにはこうして眺めてみるのもいいものさ。ん？どうした？おもちゃ？ああ、確かにな。お前の言いたいことはわからなくもない。ここから見ているとな。だが、人がいるから町なのだ。人が集まって町ができるのだよ。建物だけではいくらあっても町とは呼べぬ。そうだろ？ああ。うん。
ああ、いつだって城を抜け出しては民に会いに行っていた。うん。どうかしたか？これは。すももじゃないか。これどうしたのだ？ああ、表通りの。そうか、なるほどな。うん、ありがたくいただこう。甘くてうまそうな、いい香りだ。ではお先に。うん、うん、うん。ずるいとはなんだ。誰も取りはしない。ああ。こら、服で拭うでない。果物の汁はシミになりやすいのだぞ。ほら、これを使え。本郷？主金を握りしめて何をしとるんだ？おかしなやつだな。それは構わないが、どうしたのだ？何か別のことを考えていただろう。お前は顔に出るからな。いろいろとわかりやすい。どうだろうな。こちらとしては助かるが。どうせシェレンのことだろう。本当にわかりやすいやつだ。ああ、仕方がない。私だってあやつのことを考えていた。果物屋のご隠居とシェレンといえば、二人にはいろいろと振り回されたなと思ってな。
うん。そうだな。孫悟の一大事だから手を貸せと言われ、連れられていくと、そこはライチ畑だったりな。ああ、なんといっても果物屋のご隠居だからな。人手が足りぬというのでな、収穫を手伝った。シェレンに言わせれば、収穫が遅れライチ酒が作れないとなると、それは国を揺るがす大問題らしい。その年のライチ酒はひときわ美味だったぞ。ああ、皮も剥いたぞ。そんなことをな、思い出していた。うん、こんな話は話せばキリがないくらいだ。タラ？でもごちそうになったのだろ？そうか。すごいことだな。違う。シェレンのことだ。あんな王は他にはいない。本当にシェレンは町の人たちに慕われていた。けどああ、なあ、本郷。人がなければ国は成立しない。それは紛れもない事実だ。だが現実として人が生きていく上で土地というのは必要不可欠なものなのだよ。土地がなければ家を建てることも食物を育てることも資材を調達することもできん。領土だけでは人がいなければ国は成り立たない。だが人が立つにはやはり土地が大地が必要なのだ。だから土地を求めて争いが起こる。人と人、他人同士がもし心から信じ合い嘘偽りなく共存できるのならば争いは起きぬのだろうがな。そうだな。
本来他者とはそれほどまでに信頼できるものなのか、信用できるものなのか。なら今の争いは起こっていないだろう。結局小さな村の中で発生した文化が徐々に広がっていくということが重要なのだ。うん、文化の共有につながるだろう。ああ、そういうことだ。なんだ、赤くなったりして。ん？ああ、そうだな。そうだな。価値観を共にする人間ならば信用することもできるだろう。しかし本郷が言いたいのはそこではないのではないか。ああ、少なくとも私はそう思っていた。私とシェレンのような関係か。無理だとは言わぬが現実的ではないかもしれんな。接する時間、相手の真意を測る呼吸、そういったものを積み上げるのに人はどれほどの時間を必要とすると思う？そうだな。一人の人間と一人の人間がその百鳥百隻とやらで濃密な関係を築けたとして、人が一生を終えるまでの間にどれほどの人間とその関係を築けるのだろうな。難しいだろう。本郷の言っていることは正しい。理想的だ。だが理想は所詮理想でしかない。文字からもわかるだろう。相手の心を思う。他者に断りを委ねている時点でそれはすでに絶対的ではなくなっているのだよ。そういうことだ。だが理想など目指したところでどうしようもないなどと割り切るのも無理な話だ。違わないよ。でも溺れてはダメだ。
まく自分を騙して理想を生活の糧にすることが大切だ。多少の張り合いも生まれよう。だが中には理想に溺れ本気で自分に騙されてしまう者もいる。それだけではないが、当然そういったものも含まれるな。そういうことだな。何を今さら。それを考えることこそ生きるということだろう。どうしたのだ、本郷。眉間がすごいことになっているぞ。お前、難しく考えすぎではないか？いや、私も考えるのはもはややめだ。感じるままに生きる。それこそが。感じるままに生きる。それこそが。